皆さんこんにちは。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今日は日本から帰ってきたばかりです。昨日まで、3週間日本にいました。で、もう毎回日本に帰るときは大きな L サイズのスーツケースをほぼ空っぽで行って、で、帰るときは満タンにして帰るんですけれども、中身はもうほとんど食べ物で、あとはちょっと日用品とかなんですけれども、今回はその紹介をしたいと思っています。で、本当はもうちょっと、今回L サイズのスーツケースの半分をもう満帆にならないくらいしか買ってなくて、というのも、今回、日本では、ラッシュの時間、朝7、8時に、電車で移動しなくちゃいけなくて、で、その時にもう東京のね、本当に、山手線とか、本当にみんなが通勤中のところで、あの時って日本人みんな超イラついてるんですね。なので、そんな時に20キロぐらいのスーツケースを一人でよこらよこら持ち歩きたくないなと思って、ちょっと軽めにしちゃいました。で、あとはスペインに着いてからも、電車を使うかなと思ってたんですね。で、結局タクシーを使ったんですけれども、もし電車を使うとしたら、スペインって結構あんまりエレベーターとかすごいどこもしっかりしてるってわけではないので、ちょっとそこをね、大きなスーツケースを持つのも嫌だなと思って軽めにしちゃったんですけれども、だから今回はスーツケース15キロだったんですね。だからちょっと悔しいなと思ってるんですけれども、次回はもう絶対にラッシュの時間に、東京ではラッシュの時間に電車を使わないでよくて、で、スペインに着いてからも、タクシーを使うとかにすることでもっともっと持って帰れたらいいなと思ってるんですけれども、ちょっととりあえず今回買って帰ってきたものを、紹介します。ほぼ全部西友で買いました。私のお気に入りのスーパーマーケットというか、最寄りにあるので、最寄りの駅にあるので、もうそこをいつも使ってます。どうしようかな。まずは、じゃあご飯系からいきますね。まず、これ、自分のものと友達のお土産と混ざってるんですけれども、まず、ご飯に混ぜるものを買いました。これ、ご飯の絵が描いてあるんですけれども、どれもご飯は入ってないです。お米は入ってないです。見せたか今。どれ見せてないんだ？これかな？なんていうのかな。釜飯とか、炊き込みご飯とかも言うんですけれども、ご飯の中にお肉とか野菜を、入れて食べるもので、自分でも作れるんですけれども、こういうのがあるだけで、ご飯作るのがめんどくさい日、料理するのがめんどくさい日に、これを炊飯器に入れて、これをお米と一緒に炊飯器に入れて、炊飯器のボタンポチって押したら、20分後にはもう出来上がっているので、これは超重宝してます。多分1袋入ってて、3、4人前ご飯3合分なので、これだけで12人分のご飯が作れます。ちょっとどれかは友達にお土産であげる予定です。で、似たような料理を助ける系だと、これも野菜とか肉は中に入ってなくて、味付けだけ。で、これも自分で作れるんです
けれども、やっぱり自分で作るのと、私は料理がそんなに得意ではないので、納得のいかない味になってしまうので、これ一つで4人分作れるらしいです。なのでこれも料理がめんどくさい時用です。で、もう全部料理がめんどくさい時用なんですけれども、日本ってスパゲッティを自分で作るよりも、スパゲッティのルーっていうのかな？ソースは自分で作るよりも、こういうソースを買って、もう本当に簡単なお昼ご飯として食べることが多くて、私も子供の時からずっとそんな感じだったんですけれども、ボロネーゼとかアラビアータとかそういうのはスペインでも簡単に手に入るし、むしろスペインのものの方が美味しかったりもするので、私が買ってきたのは日本でしか手に入らないスパゲッティのソース。こっちが明太子で、こっちがたらこ。たらこも明太子もタラの子供だよね。で、たらこは、辛くなくて、明太子の方はちょっと辛い、からしが入っているという感じで、これが本当に美味しくて、で、これ一袋で、5人前入ってるので、全部で10食分、料理がめんどくさい日に作れます。もう本当に料理が好きになろうと努力してるんですけれども、なんか、そこまで気を入れられないというか、こだわれない。食べるものにそもそもあんまりこだわりがないので、作るものにもこだわりがなくて、で、結果的にどうでもよくなっちゃうので、なるべくもう料理を簡単にするものを買おうとしています、いつも。もう一つ、料理を簡単にするもの。お味噌汁の素というか、ここにお湯を入れるだけでお味噌汁が出来上がる。まあお味噌汁はもうそもそも作ること自体が簡単なので朝に作ったりもするんですけれども、まあこれもね、もし時間がない時とかにパパッと作るように、買いました。さらに料理がめんどくさい時の救世主、ふりかけです。皆さん、ふりかけって何か知ってますか？ちょっと写真も載せておきますが、もう私、ふりかけが大好きで、日本人はご飯のお供っていうものが大好きなんですけれども、ご飯のお供っていうのは、白いご飯とそれを食べるための何か、昆布とか、さっきこの明太子もご飯のお供として食べたりするんですけれども、私はふりかけが一番好きで、まあ人によってはあんまり体に良くないとか言うんですけれども、確かにね、ちょっと化学調味料みたいなのにいっぱい入ってるんですけれども、気にしないで、これもう業務用なんですね。普通よりも大きいので、もう料理がめんどくさい日は、私は白ご飯だけでもいいっていうくらいなので、まあ白ご飯と味噌汁みたいな感じで終わらせる時もあって、で、まあ白ご飯そのまま食べるのはちょっと寂しいって時は、このふりかけをかけます。もうこれいくらあっても足りないです。あとこれも、料理がめんどくさい時用で、これはチンジャオロースっていう中華料理の調味料が合わさったもので、私これも膨らんでるとかさばるのでいつもちょっと開けた状態でスーツケースに入れるんですけれども、こういう風にカップに調味料が入ってて、野菜とお肉を自分で切って炒めたら、そこにこの調味料をプチンって入れるだけで終わりなんです。最高ですよね。で、もうご飯を炊くのも野菜をカットするのもめんどくさいっていう時の救世主がカップラーメンですね。今回はまあ本当はもっと持って帰って来たかったけど、日清食品のマルちゃん製麺ごつ盛りっていうのかなと、
あと、札幌一番の塩ラーメン。これめっちゃ流行ってますよね。なんか YouTuber とかでこれを食べてるのをすごくよく見ます。もう一つ、ご飯のお供に大切なのが海苔。これは、だいたいおにぎりを作るのに使うんですけれども、こっちは普通の海苔なので、おにぎり用で、今回、この味付け海苔っていうのも買ってきました。味付け海苔っていうのは、ちょっとしょっぱい味がすでについているので、もう、これとご飯、白ご飯で OK。その白ご飯をお茶碗に入れて、これをちょっとずつカットして、それで挟んで食べるみたいにしています。もうそれだけでお昼ご飯とかは十分だったりしますね。じゃあ、おやつに入りましょう。これ、まずはこちら、バカウケ。これ袋が開いてるのはもう食べちゃったからじゃなくて、さっきも言ったように、かさばるので空気を抜くためです。でも、日本のってね、中だいたい個包装になってるので、開けても大丈夫。プラスチックがちょっともったいないですけどね。今回は全部しょっぱい系です。私、おせんべいとか大好きで、これもおせんべいの青のり醤油味です。それから同じくおせんべいだけど、さっきのよりずっと硬いタイプのおせんべいで、こういうのなんて言うんだっけ。堅揚げ餅って書いてありますね。揚げ餅って言うんだ。これも、癖になって私は一度食べ出すと止まらないです。おせんべい続きます。これは明太子のおせんべい。私、明太子が大好きで、明太子フランスパン、明太子ご飯、明太子スパゲッティ、明太子何でも OK なので、これちょっと見つけてもうすぐに手に取りました。楽しみです、食べるのが。で、これはもう食べ進めちゃってたんですけれども、ハッピーターン。昔から大好きな、おやつです。これもおせんべいで、結構しょっぱいけど、ちょっと甘さもあるみたいなおせんべいです。はい。あと、甘いお菓子ってそこまで好きじゃないんですけれども、お土産で買ったのが、このサシャっていう、人気なチョコレート菓子で、日本っぽいかなと思って抹茶入りのチョコレートにしました。私、名前がサヤなんですけれども、スペインではサヤっていうのがちょっと難しい場合もあるらしくて、よくサシャって呼ばれます。あと、これも、なんか、人によっては柿の種が人気なお土産らしいので、柿の種の普通のを買いました。あとは、カステラ。これ、私カステラも大好きなんですけれども、お母さんが、買ってきてくれました。おっと、忘れていた。これもご飯を食べるためので、もう、ご飯大好きなんです、私。白いお米が大好きで、白いお米とそのお供だけで、1週間は暮らせると思う。おかずなしでも。いや、3日にしとこう。で、これは、お茶漬けって皆さん食べたことありますか？この、ちょっと見た目はふりかけみたいなのをご飯の上にかけて、そこに熱いお湯を入れて、ちょっとお米を柔らかくして食べるみたいなやつで、これは、風邪をひいた時に食べます。日本にいたらね、いくらでもあるので、風邪をひいてなくてもよく食べますけれども、こっちではね、貴重な食べ物なので、風邪をひいた時と、あと二日酔いの時にこれを食べます。すっごいあったかい優しい味がするのでね。で、あとはお茶系です。抹茶。これは友達にお土産です。抹茶が好きな。で、もう一つ。これは玄米
抹茶入り玄米茶って言って、もし日本の緑茶が好きだったらすごいおすすめです。緑茶っていろんな種類あるんですけれども、私は玄米茶が好きで、そこにさらに抹茶もちょっと入ってるので、すっごいいい香りがします。これは茶こしって言って、ちっちゃいネットにこれをちょっと入れて、お湯を入れて、2、3分置いて飲むみたいな感じです。もう一つ、抹茶入り玄米茶。家族がこれが好きなので、毎回買って私にもくれます。ご飯パックを買いました。ご飯をあんまり食べない人には、ご飯を冷凍すると言ったらびっくりするかもしれないんですけれども、日本ではご飯の冷凍は普通で、ご飯をたくさん炊いて、で、こういうパックに入れて冷凍して食べるたんびに解凍する。で、この何がいいかっていうと、お見せしましょう。これ見えるかな？下が、へこんでるんですね。こういう風に。で、なぜかというと、ご飯をここに入れて、解凍するときに、電子レンジでチンするときに、その下の方だけ解凍されてないみたいなのを防ぐのと、あと、蓋をしたままでも解凍できるので、ご飯を冷凍して電子レンジで解凍するための専用のカップみたいな感じです。あとはこの綿棒を買ったんですけれども、この綿棒何が特別かというと、まず色が黒なので、取れた耳垢が見えやすいっていうのと、これちょっとわかんないと思うけど、スパイラル式って言って、ボコボコがついてるんですね。なので、噂によると、耳垢が掃除しやすいと聞いて、これにしました。日本人の何%だったかな ?80% だか 90% の人の遺伝子では、耳垢が乾燥してるんですね。なので、濡れてると、シャワーを浴びて耳の中が濡れてるときに耳垢を掃除するんですけれども、それでも取れにくいことがあるので、こういうスパイラルタイプがいいと聞いて試してみます。はい。以上で私が買ったものの紹介でした。ちょっとすごいたくさんあるわけじゃないので、もし次回もっと買えたらまた紹介します。最後まで聞いてくれて、見てくれてありがとうございました。さよなら。